第一文法で手段方法の意味では、手段方法道具を表す助詞です。何を使ってどのようにしてという意味で動作の方法や使用する道具を説明します。接続方法、名詞プラスで例文、橋でご飯を食べます。自転車で学校へ行きます。この書類は英語で書いてください。スマホで写真を撮りました。ナイフで切るのは危ないです。補足でとを使っての違いで自然な表現、日常会話でよく使う。例、お箸で食べるを使って少し強調した表現。例、お箸を使ってみてください。第二文法、手はいけないの意味。手はいけないは禁止を表す強い表現で、してはならない。するべきではないという意味です。規則、ルール、道徳的にダメな行為を伝えるときに使われ、強い制限や命令のニュアンスがあります。接続方法、動詞って形プラスはいけない。例文、ここに入ってはいけない。授業中にスマホを使ってはいけません。他人のものを勝手に使ってはいけない。この薬は子供が飲んではいけない。嘘をついてはいけません。補足、手はいけない vs ないでください。手はいけない、強い禁止、ルールや危険な行為。例、このボタンを押してはいけない。絶対にダメ。ないでください。丁寧な依頼。例、ここで写真を撮らないでください。お願い。第三文法、手もいいですかの意味。手もいいですかは許可を求める丁寧な表現で、してもよいですか？しても大丈夫ですかという意味です。相手に何かをしてもよいか確認するときに使われ、日常生活やフォーマルな場面でもよく使われます。接続方法、動詞って形プラスもいいですか？例文、ここに座ってもいいですか？このペンを使ってもいいですか？少し早く帰ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？窓を開けてもいいですか？補足、手もいいですか vs 手も構いませんか。手もいいですか、一般的で自然な許可の求め方。手も構いませんか、より丁寧な表現、ビジネスや目上の人に使う。第四文法、でしょうの意味。でしょうは話しての推測を表す表現ですが、相手に確認を求めたり、同意を促したりする使い方もあります。接続方法、動詞普通形プラスでしょう。異形容詞プラスでしょう。形容動詞プラスでしょう。名詞プラスでしょう。例文、明日は雨でしょう。このお店、おいしいでしょう。彼、知ってるでしょう。この映画、面白かったでしょう。森田さんは昨日の会議に来たでしょう。補足、でしょうとだろうの違い。でしょう、丁寧な表現、フォーマル日常会話。だろう、カジュアルな表現、主に男性が使う。第五文法、てからの意味。してからは、時間的な前後関係を表す表現で、英語のアフタードゥーイングやシンスドゥーイングに相当します。ある動作が完了した後に次の動作が行われることを示し、日常会話で頻繁に使われる自然な表現です。接続方法、動詞って形プラスから。例文、歯を磨いてから寝なさい。仕事が終わってから飲みに行きましょう。映画を見てから感想を教えてね。シャワーを浴びてから出かけます。よく考えてから返事してください。第六文法、後での意味。した後でという時間的な前後関係を表す表現で、英語のアフターやレーターに相当します。接続方法、動詞た形プラス後で、名詞プラスの後で。例文、宿題を終わらせた後でゲームをします。食事の後で歯を磨きなさい。会議が終わった後で資料を送ります。映画を見た後で感想を教えてね。仕事が片付いた後で飲みに行きましょう。補足、
後でとてからの違い。後で時間的な間隔を含む A と B の間に時間が空く可能性がある。例、昼ご飯を食べた後で友達と映画に行きました。てから動作の連続性を強調、A が終わった直後に B を行う。例、昼ご飯を食べてからすぐに出かけました。第7文法、からの意味。からは理由、原因や起点、時間、場所を表す助詞です。文脈によって、なのでのせいでから始まるなどの意味になります。接続方法。動詞普通形プラスから、意形用詞プラスから、形容動詞プラスから、名詞プラスから。例文。お金がないから買えない。寒いから窓を閉めて。授業は10時から始まります。この電車は大阪から来ます。宿題を忘れたから先生に怒られました。補足。からとのでの違い。から主観的な理由、話し手の判断意思を強調。例、暑いからエアコンをつける。自分の判断。ので客観的な理由、自然な成り行き、丁寧な表現。例、暑いのでエアコンをつけます。一般的な事実として。第8文法、が欲しいの意味。が欲しいのは自分が何かを強く望んでいる気持ちを表す表現です。物や人に対して手に入れたい、持っていたいという願望を伝えるときに使います。接続方法。名詞プラスが欲しい。例文。誕生日に新しいゲームが欲しい。もっと自由な時間が欲しい。暑いから冷たい飲み物が欲しい。将来、大きな家が欲しい。あなたみたいな優しい人が欲しい。補足。欲しいのは自分の願望にのみ使う。私は車が欲しい。自分の願望。彼は車が欲しい。他人の願望には使えない。否定形は欲しくない。例、私はお酒は欲しくない。第9文法、是非の意味。是非は強い気持ちを込めた依頼、誘い、希望を表す副詞です。必ずどうしても絶対にという強い願望や勧めを表現するときに使います。接続方法。是非は副詞。副詞は普通、動詞や形容詞の前に置きます。また、文の最初において文全体を修飾することもあります。例文。ぜひこの本を読んでください。ぜひ一緒に食事に行きましょう。ぜひ今度遊びに来ませんか？ぜひ日本に行きたいです。ぜひもう一度会いたいです。補足。ぜひはポジティブな文で使う。ぜひ来てください。良いことへの誘い。ぜひ来ないでください。ネガティブな文では不自然。第10文法、型の意味。型は方法、やり方を表す表現です。動詞の連用形、マス形のマスを取った形に接続しての方法の仕方という意味を加えます。接続方法。動詞、マス形のマスを除くプラス型。例文。この機械の使い方を教えてください。正しい箸の持ち方がわかりません。もっと効率的な仕事の進め方がありますよ。おいしいカレーの作り方を習いました。相手に伝わる話し方を学びたい。第11文法が一番の意味の中で最もだと比較して強調する表現です。複数のものや選択肢の中で最高、最上、最も優れている、または劣っていることを表すときに使います。接続方法。名詞プラスが一番。例文。果物の中でリンゴが一番好きです。このクラスで田中さんが一番背が高い。日本で富士山が一番高い山です。季節の中で秋が一番過ごしやすい。この中でどれがいい？これが一番いいよ。補足。の中でと範囲を限定する場合が多い。例、世界の中でこの料理が一番つらい。第12文法。あまりないの意味。ないと組み合わせて、程度や頻度が高くないという否定の意味を表す表現です。
接続方法。あまりプラス動詞、ない形。あまりプラス異形容詞、ない形。あまりプラス形容動詞、ない形。あまりプラス名詞、ない形。例文。この店の料理はあまり美味しくない。彼はあまり話さない。最近、あまり運動していない。この本はあまり面白くない。この部屋はあまりきれいじゃないんです。補足。あまりは否定形とセットで使う。肯定文では使えない。×あまりおいしい。あまりおいしくない。×あまり行く。あまり行かない。第13文法。だけの意味。だけは限定を表す助詞で、のみ、しかないという意味です。数量、範囲対象を限定して表現するときに使われ、それ以外はないというニュアンスを含みます。接続方法。名詞プラスだけ。数字プラスだけ。例文。このチケットは1人だけ使えます。500円だけ持っています。この本だけ貸してください。土曜日だけ休みです。これだけ食べれば十分です。補足。だけ vs しかない。だけ、中立な限定。例、コーヒーだけ飲む、他は飲まないと事実を述べる。しかない、強調した限定、必ず否定形とセット。例、コーヒーしか飲まない、他は絶対ダメ。と強調。第14文法。時の意味。時は、するとき、したときという時間的な関係を表す表現です。前後の動作が同時または前後関係にあることを示します。接続方法。動詞普通形プラス時、異形容詞プラス時、形容動詞プラスな時、名詞プラスの時。例文。ご飯を食べるとき、手を洗います。日本へ行ったとき、カメラを買いました。子供のとき、京都に住んでいました。忙しいとき、コーヒーを飲みます。暇なとき、大抵ゲームをします。病気のとき、病院に行きます。補足。動詞の現在形プラス時と過去形プラス時の違い。現在形、まだしていない動作、未来習慣。例、日本へ行くとき、カメラを買います。過去形、すでにした動作、過去の経験。例、日本へ行ったとき、カメラを買いました。第15文法。ないでの意味。A ことをしない状態で B ことをする。接続方法。動詞、ない形プラスで。例文。電気を消さないでください。宿題をやらないで寝た。私の日記を読まないで。約束を忘れないでね。薬を飲まないで水だけ飲んだ。補足。ないで vs なくての違い。ないでは何かをしないで他のことをするときに使います。例えば、ご飯を食べないで学校に行きました。なくては何かがないことが原因や理由のときに使います。例えば、お金がなくて買えませんでした。第16文法。ないでくださいの意味。ないでくださいは、丁寧に禁止や依頼を表す表現です。接続方法。動詞、ない形プラスでください。例文。ここにゴミを捨てないでください。静かにしてください。大きな声で話さないでください。このドアは開けないでください。まだ見ないでください。ここでタバコを吸わないでください。補足。ないでください vs てはいけない。ないでください。丁寧なお願い。例、ここで走らないでください。てはいけない。強い禁止、ルール。例、ここで走ってはいけない。第17文法。A ながら B の意味。A ながら B は A をしながら B をするという同時進行を表す表現です。一つの動作 A をしている間に別の動作 B も行うことを表現します。接続方法。動詞、ます形のますを除く、プラスながら。例文。音楽を聴きながら勉強します。テレビを見ながら食事をした。彼はいつも笑いながら話します。お茶を飲みながら話しましょう。運転しながらスマホを見るのは禁止です。
補足。ながら vs 間の違い。ながら同じ人が2つの動作を同時に。例文、歌いながら料理する。間時間帯全体、別の人が動作可能。例文、私が料理している間、彼はテレビを見た。第18文法、なくてもいいの意味。なくてもいいは、する必要がないという許可や不要を表す表現です。接続方法。動詞、ない形の意を除く、プラスくてもいい。例文、明日は着なくてもいいですよ。全部食べなくてもいいよ。今日は残業しなくてもいい。この書類は出さなくてもいい。答えは書かなくてもいい問題です。第19文法、なければならないの意味。なければならないは、する必要がある、しなければいけないという義務や必然性を表す表現です。社会的なルールや法律、強い必要性がある場合に使われます。接続方法。動詞、ない形の意を除く、プラスければならない。例文、明日までにこの書類を提出しなければならない。学生は制服を着なければならない。薬は毎日飲まなければならない。運転するなら免許を持っていなければならない。ここでは携帯を消さなければならない。補足。なければならない vs なければいけない。なければならない、客観的な義務、ルール、法律など。例、税金を払わなければならない。なければいけない、主観的な義務、個人的な必要性。例、今日は早く帰らなければいけない。第20文法、なるの意味。自然に変化するという意味を表す表現です。主にある状態が自然に、または時間の経過とともに変化することを表すときに使われます。接続方法。動詞普通形プラス用になる。意形容詞、意欲に変更するプラスなる。形容動詞プラスになる。名詞プラスになる。例文、夜になると気温が低くなります。この町は最近とても賑やかになりました。来月から大学生になります。日本語が少し話せるようになりました。寒くなりました。補足、なる vs する。なるは自然な変化。例、部屋が明るくなりました。自然にそうなった。するは意図的な変化を表す。例、部屋を明るくしました。電気をつけるなど意図的。第21文法、どうやっての意味。方法、手段を尋ねる表現です。英語の how に相当し、物事のやり方や方法を質問する際に使います。接続方法、どうやってプラス言葉。例文、この機械はどうやって使うんですか？日本語が上手になりたいです。どうやって勉強すればいいですか？この問題、どうやって解いたの？どうやって日本に来たんですか？プレゼンがうまくいきません。どうやって改善すればいいでしょうか？補足、どうやって vs どのように。どうやって、カジュアル、友達、同僚と。例、このソフトはどうやってインストールするの？友達に。どのように、フォーマル、ビジネス論文で。例、このシステムはどのように操作しますか？上司、顧客に。第22文法、と思うの意味。話しての考え、意見、推測を表す表現です。自分の意見を控えめに述べたり、推量を表現するときに使います。接続方法。動詞普通形プラスと思う。意形容詞プラスと思う。形容動詞プラスと思う。名詞プラスと思う。例文、この映画は面白いと思う。明日は雨が降ると思う。この方が良いと思います。彼は来ないと思う。彼はもう家に着いたと思う。補足。と思う vs と考えている。思う、個人的な感想、直感的な考え。考える、より論理的、深く考えた意見。第23文法、どんなの意味。物事の性質、種類、様子を尋ねる表現です。英語の What kind of に相当し、
相手に詳細な情報を求める際に使います。接続方法。どんなプラス名詞、例文。どんな音楽が好きですか？週末はどんなことをしましたか？彼はどんな人ですか？事故現場はどんな状況でしたか？補足。どんな vs どのような。どんな、カジュアル、日常会話。どのようなフォーマル、ビジネス公式文書。例、どんな本が好き？友達に。どのような本をお探しですか？書店員が客に。第24文法、とてもの意味。程度が大きいことを表す副詞です。英語の very に相当し、形容詞や動詞を強調する際に使います。接続方法。とてもは副詞。副詞は普通、動詞や形容詞の前に置きます。また、文の最初において文全体を修飾することもあります。例文。このケーキはとてもおいしいです。彼女はとてもきれいな人です。そのニュースを聞いてとても驚いた。テストの結果がとても気になる。補足。使えない場合。否定形と一緒に使うときは注意が必要。×、とても食べられない、丸、全く食べられない。×、とてもわからない、丸、さっぱりわからない。第25文法、体の意味。話し手の願望や希望を表す表現です。英語の want to に相当し、自分が何かをしたいという気持ちを表現する際に使います。接続方法。動詞、ます形のますを除くプラス体。例文。寿司が食べたい。あの映画を見たい。もう少し考えたいと思います。その話は聞きたくありません。若い時はたくさん旅をしたかった。補足。基本的に自分の願望に使う。他人の願望を表すときは、たがるを使う。例、×、彼は日本へ行きたいです。丸、彼は日本へ行きたがっています。第26文法、たりたりの意味。複数の動作や状態を並列に挙げる表現です。英語の do things like and に相当し、いくつかの例を挙げて説明するときに使います。接続方法。動詞た形プラスり、プラス動詞た形プラスり、プラスする。例文。週末は映画を見たり、買い物をしたりします。公園で走ったり、体操したりした。留学中に現地の料理を食べたり、旅行したりしました。休みの日は家で YouTube を見たり、テレビを聞いたりしています。補足。最後のするは省略可能。例、日曜日は本を読んだり、テレビを見たり。第27文法、おくださいの意味。物やサービスを丁寧に依頼・要求する表現です。英語の Please give me に相当し、何かを求めるときの基本的な依頼表現として使います。接続方法。名詞プラスをください。例文。コーヒーをください。領収書をください。もう少し時間をください。リンゴを3つください。A4 の紙を10枚ください。補足。ビジネスでの注意点。目上の人にはくださいよりいただけますかが適切。第28文法、前にの意味。ある動作や出来事が起こる前の時点を表す表現です。英語の before に相当し、時間的な前後関係を表す際に使います。接続方法。動詞、辞書形プラス前に。名詞プラスの前に。例文。寝る前に歯を磨きます。食事の前に手を洗いましょう。出かける前に鍵を確認してください。発表の前に資料を準備しておきます。旅行に行く前にホテルを予約しました。補足、前に vs、後で。前に、前の動作、接続方法、動詞辞書形プラス前に。例、食べる前に手を洗う。後で、後の動作、接続方法、動詞た形プラス後で。例、食べた後で歯を磨く。第29文法、
もうしたの意味。動作が完了したことを表す表現です。英語の already に相当し、ある行動が終わっている状態を伝える際に使います。接続方法。もうプラス動詞た形。例文。もう宿題をした。もう晩ご飯を食べた。もうその映画を見た。もう手紙を出した。もう駅に着いた。補足もうの1。基本的に文頭か動詞の直前に置く。×、食べたもう、丸、もう食べた。第三重文法はどうですかの意味。意見や感想を求める表現です。英語の How about, what do you think of? に相当し、相手に評価や感想を聞くときに使います。接続方法。名詞プラスはどうですか？例文。このレストランはどうですか？新しい先生はどうですか？日本の生活はどうですか？富士山に登ったことはどうですか？日本の大学で勉強したことはどうでしたか？補足。どうですか vs いかがですか？どうですかカジュアル、友達同士。いかがですか丁寧、ビジネスメジョーの人。例、このワインどう？友達に。こちらのプランはいかがでしょうか？上司に。第31文法はよりの意味。比較表現を表す文法で、英語の A is more than B に相当します。2つのものを比較して、一方が他方よりも優れている、劣っているなどを表現する際に使います。接続方法。名詞はプラス名詞よりプラス形容詞。例文。韓国は日本より物価が安いです。新幹線は飛行機より快適です。今年は去年より暑いです。数学は英語より難しいです。母は父より料理が上手です。第32文法、魔性の意味。勧誘、提案、意思表明を表す表現です。英語の Let's に相当し、一緒に何かをすることを誘ったり、自分の意思を表明したりする際に使います。接続方法。動詞、ます形のますを除く、プラスましょう。例文。一緒に昼ご飯を食べましょう。今度の週末、映画を見に行きましょう。そろそろ会議を始めましょう。私がやりましょう。荷物を持ちましょうか？第33文法、ませんかの意味。丁寧な勧誘や提案を表す表現です。英語の Would you like to, why don't we? に相当し、相手を控えめに誘うときに使います。接続方法。動詞、動詞ます形のますを除く、プラスませんか。例文。一緒に昼ご飯を食べませんか？今度の休みにドライブに行きませんか？コーヒーを飲みませんか？この問題について話し合いませんか？少し休憩しませんか？補足、ませんか vs ましょう。ませんか、相手の意向を尊重した控えめな誘い。ましょう、積極的な提案。例、映画を見ませんか？相手の意思を確認。映画を見ましょう。積極的に誘う。第34文法、ことがあるの意味。経験や時々起こる事柄を表す表現です。英語の have done sometimes に相当します。接続方法。動詞普通形プラスことがある。例文、富士山に登ったことがあります。この曲を聞いたことがない。昨日、インターネットカードは申請しないことがあります。海外で働いたことがある？週末は友人と会うことがある。たまに寝坊することがある。補足。重要な区別。動詞、た形プラスことがある過去の経験。動詞、辞書形プラスことがある現在の習慣頻度。第35文法、ことにするの意味。意思まとな決定や習慣的な選択を表す表現です。英語の decide to make it a rule to に相当し、自分で何かを決める場合に使います。
接続方法。動詞普通形プラスことにする。例文。今日は早く寝ることにする。甘いものは食べないことにする。明日からジムに通うことにする。毎日30分勉強することにしている。健康のため階段を使うことにしている。第36文法。ことになるの意味。外的要因による決定、自然な成り行きを表す表現です。英語の It has been decided that it turns out that に相当し、自分以外の要因で決まったことや自然の流れでそうなったことを表現します。接続方法。動詞普通形プラスことになる。例文。来月東京支社に移動することになりました。会議は延期することになった。雨で試合が中止することになった。約束を守らなければ信用を失うことになる。来年大学を卒業することになる。補足。ことになる vs ことにする。ことになる外的要因、自然な流れ。ことにする自発的決定。例、転勤することになった会社の決定。転勤することにした自分の選択。第37文法。過ぎるの意味。程度が過剰であることを表す表現です。英語の too over に相当し、何かの程度が普通よりはるかに上回っていることを表現します。接続方法。動詞、ます形のますを除く、プラスすぎる。異形容詞、いを除く、プラスすぎる。形容動詞プラスすぎる。例文。昨夜は飲みすぎて頭が痛い。あの子はゲームをしすぎている。この問題は難しすぎる。値段が高すぎて買えない。この料理は単純すぎる。第38文法。形容詞プラスするの意味。状態変化や主観的な感覚を表す表現です。形容詞を動詞化し、のように感じるなるという意味を表します。英語の feel become に近いニュアンスです。接続方法。異形容詞、いをくに変更するプラスする。形容動詞プラスにする。例文。音量を大きくしてください。部屋を明るくした。この問題を簡単にしよう。部屋をきれいにしましょう。態度を真面目にしなさい。第39文法。間の意味。時間的、空間的な範囲を表す表現です。英語の while during between に相当し、ある継続する期間や物事の感覚を表現します。接続方法。動詞って形プラスいる間。名詞プラスの間。例文。母が料理をしている間、私は宿題をした。授業の間ずっと眠かった。夏休みの間ずっとアルバイトをしていた。会議が続いている間、スマホを使わないでください。学校にいる間は、携帯電話の使用は禁止です。第40文法。間にの意味。ある一定期間中の特定の時点を表す表現です。英語の while during に相当し、ある継続的な状態や期間の中で、何かが起こった、行われる一時点に焦点を当てます。接続方法。動詞って形プラスいる間に。名詞プラスの間に。例文。寝ている間に地震が起きた。料理をしている間に電話が鳴った。映画を見ている間に眠ってしまった。授業の間にメモを取る。留守の間に配達が来た。補足。間 vs 間に。間、継続している期間全体。間に、期間中の一点。例、寝ている間ずっと雨が降っていた。継続。寝ている間に泥棒が入った。一点。第41文法。しかないの意味。限定、排他を表す表現です。英語の only nothing but に相当し、それ以外に選択肢がないことを強調します。否定的な文末とセットで使うのが特徴です。接続方法。名詞プラスしかプラス動詞、ない形。例文。
財布には100円しか入っていない。今日はコーヒーしか飲んでいない。この部屋にはベッドしか置けない。3人しか参加者がいない。あと5分しか時間がない。第42文法、死の意味。並列理由の列挙を表す表現です。英語の And what's more, not only, but also に相当し、複数の事柄を並列に挙げたり、理由を重ねて説明したりする際に使います。接続方法、動詞普通形プラス詞、異形容詞プラス詞、形容動詞プラス詞、名詞プラス詞。例文、このアパートは駅から近いし、安いし、とても便利です。彼は頭がいいし、スポーツもできるし、本当にすごい人だ。雨も降っているし、寒いし、今日は家にいよう。お金もないし、時間もないし、行きたくないし、絶対に行きません。美味しくないし、高いし、二度と注文しない。補足、死の特徴。最低2つの事柄を並べる。第43文法、終わるの意味。動作の完了を表す表現です。英語の finish に相当し、ある動作を最後までやり遂げたことを表現します。接続方法、動詞、ます形のますを除くプラス詞。例文、この本を読み終わったら貸してくれませんか？仕事をし終わったら飲みに行きましょう。宿題を書き終わったら遊びに行っていいよ。やっとレポートを書き終わりました。3時間かけて料理を作り終わった。第44文法、疑問詞、かの意味。不確定な情報や疑問を含んだ内容を表す表現です。英語の some whether に相当し疑問詞、何、誰、どこなどと組み合わせて不確定な要素を文に組み込みます。接続方法、動詞普通形プラスか、異形容詞プラスか、形容動詞プラスか、名詞プラスか。例文、どこで買ったか教えてください。いつ出発するかまだ決まっていない。おととい、何を食べたか覚えていますか？何か食べたいものはありますか？第45文法、かどうかの意味。不確かなことや判断を要する事柄を表す表現です。英語の whether or not に相当し、イエス・ノーで答えられる内容について不確定な気持ちを表現します。接続方法、動詞普通形プラスかどうか、異形容詞プラスかどうか、形容動詞プラスかどうか、名詞プラスかどうか。例文、彼が来るかどうか知っていますか？この料理が美味しいかどうか食べてみたい。真実かどうか確かめる必要がある。この方法が正しいかどうか自信がない。参加するかどうか早く決めてください。補足、か vs かどうか。か、疑問詞と一緒に使う。かどうか、イエス・ノー疑問文に使う。例、いつ来るか聞いてください、疑問詞。来るかどうか聞いてください、イエス・ノー。第46文法、かもしれないの意味。不確かな推量を表す表現です。英語の maybe perhaps に相当し、確信は持てないが可能性があることを表現します。接続方法、動詞普通形プラスかもしれない。異形容詞プラスかもしれない。形容動詞プラスかもしれない。名詞プラスかもしれない。例文、明日は雨が降るかもしれない。このケーキ、美味しいかもしれないよ。昨日のメール、彼は見ていないかもしれない。あの人は先生かもしれない。会議が延びるかもしれません。補足、短縮形、かも、カジュアルな会話でよく使う。例、それいいかも。遅れるかも。第47文法、がするの意味。感覚的な知覚や感覚的な印象を表す表現です。英語の feel sense に相当し五感、嗅覚、聴覚、味覚、触覚、第六感で感じることを表現します。接続方法、名詞、嗅覚、聴覚、味覚、触覚、第六感プラスがする。例文、
この部屋、変な匂いがする。いい香りがする。何の香水？隣の部屋から笑い声がする。変な音がする。機械が故障したかな。この水、金属のような味がする。第48文法、させてくださいの意味。許可を求めるまたは、丁寧な提案を表す表現です。英語の Let me, allow me to に相当し、自分の行動について相手の許可を求めたり、丁寧に提案したりする際に使います。接続方法。動詞、詞液形の手形プラスください。例文。少し休ませてください。この資料を使わせてください。明日は休ませてください。私が説明させてください。まず自己紹介させてください。補足、させてください vs してください。させてください。自分が行うことを許可してほしい。してください。相手に行動を依頼。例、説明させてください。私が説明します。説明してください。あなたが説明して。第49文法、て理由原因の意味。原因や理由を表す表現です。英語の because since に相当し、前件が後件の理由や原因となっていることを表現します。口語的によく使われるカジュアルな表現です。接続方法。動詞て形。異形容詞、意欲に変更するプラスで。形容動詞プラスで。名詞プラスで。例文。電車が遅れて遅刻した。宿題を忘れて先生に怒られた。部屋が暑くて眠れない。この辺りは静かで住みやすい。地震で大きなビルがたくさん倒れた。補足。て、主観的、口語的。ので、客観的フォーマル。例、疲れて休んだ、主観的。雨があるので休みます、客観的。第50文法、自動詞テールの意味。結果の状態や自然に起こった変化の持続を表す表現です。英語の has become is in a state of に相当し、自動詞と組み合わせて、自然に生じた変化がそのまま続いている状態を表現します。接続方法。動詞、自動詞で形プラスいる。例文。窓が開いている。ドアが閉まっている。電灯がついている。花が咲いている。この葉が落ちている。第51文法、てあるの意味。意図的な動作の結果が持続している状態を表す表現です。英語の has been done に相当し、誰かが意図的に行った行為の結果が現在も残っている状態を表現します。接続方法。動詞、他動詞で形プラスいる。例文。机の上にメモが置いてある。黒板に名前が書いてある。パーティーの飲み物は準備してある。資料はコピーしてある。明日の会議室は予約してある。補足。てある vs テール自動詞。てある、誰かが意図的に行った結果、他動詞。テール、自然な状態変化、自動詞。例、窓が開けてある、誰かが開けた。窓が開いている、自然に開いた。第52文法、目的に行く、来る、帰るの意味。移動の目的を表す表現です。英語の go come to do に相当し、移動動詞と動詞の増す形を組み合わせて、どこかに行く、来る、帰る目的を表現します。接続方法。動詞、増す形の増すを除く、プラスにプラス動詞、移動動詞。主な移動動詞。行く、来る、帰る、戻る、出かける。例文。スーパーに食材を買いに行く。友達が遊びに来た。図書館に勉強しに行く。駅まで迎えに行く。誰も迎えに来なかった。補足。に行く vs へ行く。に、目的を強調。方向を強調。例、買い物に行く、目的。スーパーへ行く、方向。第53文法、テイクの意味。動作の継続や変化の進行、
物理的な移動を表す表現です。英語の keep become more and more go away に相当し、時間の経過や空間的な広がりを表現します。接続方法、動詞って形プラス行く。例文、鳥が飛んでいった。船が遠くへ離れていく。これからも勉強していくつもりだ。新しい技術を学んでいこう。人口が減っていく。だんだん寒くなっていく。第54文法、てくるの意味。一時的な移動と期間を表す表現です。英語の go and come back に相当し、どこかへ行ってから元の場所に戻ってくる一連の動作を表現します。接続方法、動詞って形プラス来る。例文、ちょっとコンビニに行ってくる。郵便局まで手紙を出してくる。外でタバコを吸ってくる。銀行でお金を下ろしてくる。駅まで友達を迎えに行ってくる。第55文法、てくるの意味。変化の開始、進行や近づく方向の移動を表す表現です。英語の start to come に相当し、時間的、空間的な近接を表現します。接続方法、動詞って形プラス来る。例文、だんだん暗くなってきた。最近日本語が分かってきた。子供が走ってきた。車が近づいてくる。頭が痛くなってきた。補足、てくる vs ていく。てくる、行って戻る往復。ていく、行ったまま単方向。例、買ってくる、買いに行って戻る。買っていく、持っていく。第56文法、手置くの意味。事前準備や一時的な措置を表す表現です。英語の do something in advance leave as is に相当し、前もって準備しておくことやそのままにしておくことを表現します。接続方法、動詞って形プラス置く。例文、明日の会議の資料を準備しておく。旅行の前にホテルを予約しておいた。お客様が来る前に掃除をしておこう。窓を開けておいてください。その書類は机の上に置いておく。第57文法、ていただけませんかの意味。丁寧な依頼を表す表現です。英語の could you please に相当し、目上の人や立場が上の人に対して非常に丁寧に何かを依頼する際に使います。接続方法、動詞って形プラスいただけませんか。例文、こちらの書類にご記入いただけませんか。もう少し詳しく説明していただけませんか。明日までにご返信いただけませんか。この機械の使い方を教えていただけませんか。お忙しいところ申し訳ありませんが、ご協力いただけませんでしょうか。補足、ていただけませんか vs てください。ていただけませんか、非常に丁寧、目上顧客向け。てください、普通の丁寧さ、同僚部下向け。例、ご確認いただけませんか部長へ。確認してください、同僚へ。第58文法、移動動しているの意味。動作の結果状態または動作の進行を表す表現です。移動動詞、行く、来る、帰るなどとテールの組み合わせは文脈によって異なる意味を持ちます。接続方法、動詞移動動詞って形プラスいる。例文、父はもう会社に行っている。友達が家に来ている。先生はまだ帰っていない。今駅に向かっている。彼は空港へ向かっているようだ。第59文法、てしまうの意味。完了や後悔、残念な気持ちを表す表現です。英語の end up doing unfortunately に相当し、動作の完了や望ましくない結果に対する感情を表現します。接続方法、動詞て形プラスしまう。例文、大切な花瓶を割ってしまった。宿題を全部やってしまいましょう。約束を忘れてしまいました。高いけど買ってしまった。嫌いな野菜も食べてしまおう。補足、
口語形、ちゃう、じゃう、カジュアルな会話で多用。例、食べちゃった、食べてしまった。飲んじゃダメ、飲んでしまってはダメ。第60文法、でしょうの意味。話者の推測、不確かな判断を表す表現です。英語の probably I guess に相当し、確実ではないが、ある程度の根拠に基づいた推測を丁寧に表現します。接続方法、動詞普通形プラスでしょう。異形容詞プラスでしょう。な形容詞プラスでしょう。名詞プラスでしょう。例文、明日は雨が降るでしょう。この料理はとてもおいしいでしょう。彼女はもう家に着いたでしょう。この問題は簡単でしょう。補足、でしょう vs だろう。でしょう、丁寧な表現、フォーマルめ上向け。だろう、カジュアルな表現、インフォーマル。例、明日は晴れるでしょう、丁寧。明日は晴れるだろう、カジュアル。第61文法、てみるの意味。思考的な行動を表す表現です。英語の try to に相当し、何かを試しに行うことや実験的にやってみることを表現します。接続方法、動詞って形プラス見る。例文、この料理を作ってみた。新しいシャツを着てみる。この方法でやってみよう。一度食べてみてください。この音楽を聴いてみたら。第62文法、てもの意味。逆接条件を表す表現です。英語の even if に相当し、前件が成立しても後件が妨げられないことを表現します。許可、不許可や意外性のある結果を述べる際に使われます。接続方法、動詞って形プラスも、異形容詞、意欲に変更するプラスでも、形容動詞プラスでも、名詞プラスでも。例文、ここで写真を撮ってもいいですか？この資料を持ち帰っても大丈夫です。高くても買います。お金がないので日曜日でも働きます。大変でもやるしかありません。補足でも vs しかし。でもは会話でよく使います。簡単で。カジュアルな言い方です。友達との話などに使います。例、このケーキおいしい。でもちょっと高いね。しかし、少しフォーマル、正式な言い方です。書き言葉にもよく使われます。例、雨が降っていました。しかし、試合は行われました。第63文法、そうですの意味。直前の出来事や状態の変化を表す表現です。英語の looks like about to に相当し、何かが今にも起こりそうな瞬間的な状態を表現します。特に五感で感じられる変化に使われます。接続方法、動詞、ます形のますを除く、プラスそうです。例文、今にも雨が降りそうです。この箱落ちそうです。彼は今にも泣き出しそうでした。道が滑りそうです。気をつけて。この椅子壊れそうだよ。第64文法、そうですの意味。他者からの情報伝達を表す表現です。英語の I hear that they say に相当し、他人から聞いた情報をそのまま伝える際に使います。直接経験していない事実を客観的に報告する表現です。接続方法、動詞普通形プラスそうです。異形容詞プラスそうです。形容動詞プラスだそうです。名詞プラスだそうです。例文、この店のラーメンはとても美味しいそうです。田中さんは来月結婚するそうです。森田さんも誘いましたが、アルバイトで忙しいそうです。李さんのお父さん、実は日本人だそうです。今日、田中さんは仕事が多いので、今とても大変だそうです。第65文法、そうです、様態の意味。視覚的、感覚的な推量を表す表現です。英語の look seems に相当し、話者が直接見たり感じたりしたことに基づいて、物事の状態を推測して伝える表現です。
接続方法。異形容詞、意を除くプラスそうです。形容動詞プラスそうです。注意、いいは特別な形容詞で良さそうですに変わります。ないも特別な形容詞でなさそうに変わります。例文。この問題は難しそうだ。お母さんは忙しそうに見える。あの人は忙しくなさそうです。山田さんは毎日やることがなくて暇そうです。この店は静かではなさそうです。この計画は良さそうです。補足、そうだ様態 vs そうだ伝文。様態、話者の直接的な観察に基づく推量。伝文、他者からの情報伝達。例、美味しそうだ、見た目の判断。美味しそうだ、人から聞いた。第66文法、安いの意味。容易性、傾向を表す表現です。英語の easy to tend to に相当し、物事が簡単にできる性質やある状態になりがちな傾向を表現します。接続方法。動詞、マス形のマスを除く、プラス安い。例文。このペンはとても書きやすい。説明がわかりやすい教科書だ。このソフトは使いやすい。ガラス製品は壊れやすい。冬は風邪をひきやすい。第67文法、憎いの意味。困難性、抵抗性を表す表現です。英語の hard to difficult to に相当し、物事がしづらい性質やある状態になりにくい傾向を表現します。接続方法。動詞、マス形のマスを除く、プラスにくい。例文。説明が複雑でわかりにくい。道が暗くて歩きにくい。この素材は汚れにくい。特殊加工で傷つきにくい。第68文法、っての意味。引用話題定時略式表現として使われる口語表現です。英語の That about they say などに相当し、会話で頻繁に使われる多機能な表現です。接続方法。名詞プラスって。例文。京都ってどんなところ？先生が明日テストだって言ってたよ。なんて聞かれた？ iPhone って値段が高いよね。山田さん、さっき田中さんって人が探してたよ。第69文法、続けるの意味。動作の継続を表す表現です。英語の continue to keep に相当し、ある動作が中断せずに持続している状態を表現します。接続方法。動詞、マス形のマスを除く、プラス続ける。例文。雨が降り続けている。この伝統は守り続けたい。苦しくても走り続ける。反対されても研究を続ける。痛みに耐え続ける。補足、続ける vs ている。続ける、意識的な継続。テール、状態の持続、必ずしも意図的ではない。例、走り続ける、石的に。走っている、単に状態。第70文法、つもりだの意味。話者の意思や計画を表す表現です。英語の intend to plan to に相当し、話者が将来行う予定の行動やある状態に対する確信を表現します。接続方法。動詞普通形プラスつもりだ。例文。来年日本へ留学するつもりです。今日は早く帰るつもりだ。参加しないつもりです。彼には話さないつもりだ。新しい車を買うつもりだ。補足、つもりだ vs 予定だ。つもりだ、個人的な意思。予定だ、客観的な予定。例、結婚するつもりだ、意思。来月結婚する予定だ、計画。第71文法、ところだの意味。動作の時間的な局面を表す表現です。英語の about to just now in the middle of に相当し、動作の時間的な位置づけを明確にします。接続方法。動詞辞書形プラスところだ。動して形プラスいるところだ。動した形プラスところだ。
今からまさに動作を始める直前の状態を表す。動作の最中であることを表す。動作がちょうど終わった直後の状態を表す。例文。今から出かけるところだ。映画が始まるところだ。今、宿題をしているところだ。会議をしているところです。たった今、駅に着いたところだ。ケーキを食べたところです。第72文法、たばかりの意味。動作が完了した直後を表す表現です。英語の just did に相当し、ある動作が終わってからまだ時間が経っていない状態を強調します。接続方法、動詞、た形、プラスばかり。例文。日本に来たばかりなので、まだ日本語は全然わかりません。生まれたばかりの犬ってかわいいね。このスマホは先週買ったばかりなのに、もう壊れたよ。会ったばかりの人にそんなこと言えない。始めたばかりだから失敗しても大丈夫。補足、たところだ vs たばかり。共通点、どちらも動作が終わった直後に使える表現です。たところだ意味、ちょうど今したところだ時間的に。かなり直後強調点、今まさに行為が終わったばかりで。その余韻が残っている感じ。フォーカス、動作の完了そのもの。例文、今、昼ご飯を食べたところです。たった今食べ終わったところ。先生が教室に入ってきたところだ。入ってきた直後。たばかり意味、したばかりだ、そんなに時間が経っていない。強調点、行為が過去にあったが、時間的にはまだ新しいという感覚。フォーカス、完了後の状態やその影響。例文、昼ご飯を食べたばかりだからお腹がいっぱいだ。時間は少し経っているが、満腹の状態が続いている。日本に来たばかりなので、まだ日本語がうまく話せません。来たところというと不自然。第73文法、ためにの意味。目的や原因理由を表す表現です。英語の in order to because of に相当し、前件が後件の目的または原因であることを示します。接続方法、動詞、辞書形プラスために、名詞プラスのために。例文、日本語を勉強するために日本へ来ました。健康のために毎日運動している。家を買うために貯金している。家族のために働き続けた。面接のために新しいスーツを買いました。第74文法、たらいいですかの意味。アドバイスや許可を求める表現です。英語の Should I? Is it okay if I? に相当し、相手に適切な行動を尋ねたり、許可を求めたりする際に使います。接続方法、動詞、た形プラスたらいいですか。例文、頭が痛いとき、どうしたらいいですか。日本語が上手になりたいのですが、どんな勉強をしたらいいですか。この機械の使い方がわからないのですが、どう操作したらいいですか。ここに荷物を置いたらいいですか。明日の会議、何時に行ったらいいですか。第75文法、たらどうですかの意味。提案、アドバイスを表す表現です。英語の Why don't you? How about? に相当し、相手に何かを提案したり、助言を与えたりする際に使います。接続方法、動詞、た形プラスたらどうですか。例文、この方法で試したらどうですか。上司に相談したらどうですか。少し休んだらどうですか。疲れているようですね。この薬を飲んだらどうですか。きっと良くなりますよ。お金が全然なくて親に借りたらどうですか。第76文法、なかなかないの意味。困難、容易でない状況を表す表現です。英語の hardly can't easily に相当し、期待通りに物事が進まない様子や、簡単には実現しない状態を強調します。接続方法、なかなかプラス動詞、ない形。例文、いい仕事がなかなか見つからない。この問題がなかなか解決しない。
バスがなかなか来ない。返事がなかなか返ってこない。この瓶の蓋がなかなか開かない。補足。なかなかの位置。必ず否定表現の前に置く。×、見つからないなかなか、丸、なかなか見つからない。第77文法、なさいの意味。命令、指示を表す表現です。英語の do。命令形に相当し、目下の人や子供に対して使う直接的な指示表現です。親や教師が子供に、または上司が部下に対して使うことが多いですが、現代ではやや強いニュアンスのため使用場面に注意が必要です。接続方法。動詞、ます形のますを除く、プラスなさい。例文。早く宿題をしなさい。ちゃんと挨拶をしなさい。静かにしなさい。黒板の字を書きなさい。本を読みなさい。補足。この表現は強い命令形であるため、現代日本語では使用場面が限られます。特にビジネスシーンでは、より丁寧な表現を選ぶようにしましょう。第78文法、ならの意味。仮定条件、話題提示を表す表現です。英語の if is for に相当し、特定の状況を想定した条件提示や話題を取り上げて説明する際に使います。接続方法。動詞普通形プラスなら、名詞プラスなら。例文。明日雨が降るなら、ピクニックは中止です。お金がないなら、働かなければなりません。時間が足りないなら、手伝いましょうか。旅行なら、京都が一番です。パソコンなら、あの店が安いですよ。補足。ならは特にアドバイスや提案をする際に、自然な日本語表現としてよく使われます。第79文法、にするの意味。選択、決定を表す表現です。英語の choose to に相当し、意思まとな選択を表現します。接続方法。名詞プラスにする。例文。今日の飲み物はコーヒーにします。会議は3時からにしましょう。プレゼントは本にした。毎週月曜日は定休日にしている。朝食は必ず和食にしている。補足、にする vs 決める。にするのは日常的な選択や軽い決定によく使います。例、飲み物はコーヒーにします。今夜はカレーにしよう。決めるのは意思を持って何かをはっきりと決定することを表します。例、大学に行くことを決めた。結婚することに決めました。第80文法、みたいだの意味。不確かな推測を表す表現です。英語の seems like appears to be に相当し、話者が直接見たり聞いたりした情報に基づく推測を柔らかく表現します。接続方法。動詞普通形プラスみたいだ。意形容詞プラスみたいだ。形容動詞プラスみたいだ。名詞プラスみたいだ。例文。外は雨が降るみたいだ。あの人は先生みたいだ。あの店、人気みたいだ。誰も着ないみたいだ。山田さん、嬉しそうだし、試験に合格したみたいだね。補足、みたいだ vs ようだ。みたいだ、口語的で主観的。ようだ、文語的で客観的。例、雨みたいだ、友達との会話。雨のようだ、報告書。第81文法、みたいなの意味。不確かな推測を表す表現です。英語の seems like appears to be に相当し、話者が直接見たり聞いたりした情報に基づく推測を柔らかく表現します。接続方法。動詞普通形プラスみたいな。名詞プラスみたいな。例文。宝石みたいな瞳。天使みたいな笑顔。鳥みたいな自由に生きたい。泣くみたいな声。誰にも頼らないみたいな強がる。補足、みたいな vs ような。みたいな、口語的で主観的。ような、文語的で客観的。例、宝石みたいな指輪、主観的評価。
宝石のような輝き、客観的描写。第82文法、予定だの意味。すでに決まっている計画やスケジュールを表す表現です。英語の be scheduled to be planning to に相当し、前もって決められた予定を客観的に伝える際に使います。接続方法。動詞辞書形プラス予定だ。名詞プラスの予定だ。例文。明日10時から会議がある予定です。来月日本へ出張する予定だ。次の試験は2月3日の予定です。休みは2日の予定です。雨なら公園に行く予定を変更する。第83文法、まだていないの意味。未完了の状態を表す表現です。英語の not yet に相当し、ある動作や状態が現在までに実現していないことを強調します。接続方法。まだプラス動詞て形プラスいない。例文。私はまだ朝ごはんを食べていない。その映画はまだ見ていない。宿題がまだ終わっていない。まだ富士山に登ったことがない。彼にはまだ会っていない。補足まだていない vs もうた。まだていない未完了。もうたすで完了。例、まだ結婚していない独身。もう結婚した既婚。第84文法、ままの意味。状態の持続を表す表現です。英語の as it is even or as is に相当し、ある状態が変化せずにそのまま継続していることを表現します。接続方法。動詞、た形、プラスまま。動詞ない形、プラスまま。異形容詞プラスまま。形容動詞プラスなまま。名詞プラスのまま。例文。帽子をかぶったまま部屋に入った。疑問が解けないまま時間が過ぎた。彼女は50歳でも若いままです。夜中も静かなままだった。スリッパのまま外に出た。補足、まま vs ぱなし。まま、中立的な状態持続。ぱなし、ネガティブな放置。例、テレビをつけたまま、単なる状態。テレビをつけっぱなし、忘れて放置。第85文法、ようにの意味。目標、願望、期待を表す表現です。英語の so that in order to に相当し、実現を望む状態や達成したい目標を表現します。無意詞動詞、可能形、状態動詞などとよく組み合わせられます。接続方法。動詞辞書形プラスように。動詞、ない形プラスように。例文。日本語が話せるように毎日勉強している。泳げるように練習しています。忘れないようにメモをする。風邪をひかないようにマスクをする。遅れないように早めに出発する。補足、ように vs ために。ように無意詞動詞としよう。能力状態変化。ために意詞動詞としよう。具体的行動。例、泳げるように練習する。能力獲得。泳ぐためにプールに行く。具体的行動。第86文法、ようなの意味。例示比喩不確かな断定を表す表現です。英語の like such as に相当し、名詞を修飾しながら具体例を挙げたり、比喩的に表現したりします。接続方法。動詞普通形プラスような。名詞プラスのような。例文、誰も知らないような場所。普通では考えられないようなアイデア。見たこともないような珍しい生き物。泣くような声で話した。子供のような笑顔だった。天使のような声に癒された。補足、ような vs みたいな。ような、文語的で客観的。みたいな、口語的で主観的。例、宝石のような輝き、客観的描写。宝石みたいな指輪、主観的評価。第87文法、ようにするの意味。習慣的努力、意図的な状態維持を表す表現です。英語の make sure to, try to に相当し、意識的にある状態を作り出したり維持したりすることを表現します。
接続方法。動詞辞書形プラスようにする。動詞ない形プラスようにする。例文、週末は運動するようにしている。子供にゲームをさせすぎないようにする。毎日30分勉強するようにしている。財布を忘れないようにする。明日遅れないようにする。第88文法、ようにしているの意味。ようにしているは習慣的に心がけていることや努力して続けていることを表す表現です。英語の make it a rule to, try to, make sure to に相当します。意識的な努力や習慣を強調するニュアンスがあります。接続方法。動詞辞書形プラスようにしている。動詞ない形プラスようにしている。例文、毎日7時間睡眠をとるようにしている。野菜を多く食べるようにしています。エレベーターではなく階段を使うようにしている。メールは即返信するようにしている。大事なことはメモするようにしています。補足、ようにしている vs ことにしている。ようにしている、努力目標、完全達成でなくても可能。ことにしている、固い決意、ほぼ確立した習慣。例、運動するようにしている、努力中。毎朝ジョギングすることにしている、確立した習慣。第89文法、ようだの意味。推量比喩婉曲表現を表す表現です。英語の seems like appears to be に相当し、話者の主観的な判断や直接的な表現を和らげる役割を果たします。接続方法。動詞普通形プラスようだ。異形容詞プラスようだ。な形容詞プラスなようだ。名詞プラスのようだ。例文、外が暗くなってきた。雨が降るようだ。このケーキはとても甘いようだ。彼の話し方は真面目なようだ。あの人は俳優のようだけど、実は先生だ。私はお腹が空いているようです。補足、みたいだ vs ようだ。みたいだ、口語的で主観的。ようだ、文語的で客観的。例、雨みたいだ、友達との会話。雨のようだ、報告書。第90文法、V 意向形と思うの意味。話者の意思や意向を表す表現です。英語の I think I will, I intend to に相当し、話者が何かをしようと考えていることを控えめに表現します。接続方法。動詞意向形プラスと思う。例文、明日京都に行こうと思う。昼ご飯は寿司を食べようと思う。今夜は日本語を勉強しようと思う。先生に手紙を書こうと思う。新しいパソコンを買おうと思う。補足、ようと思う vs つもりだ。ようと思う、柔らかい意思表現。つもりだ、強い意思表現。例、勉強しようと思う、考え中。勉強するつもりだ、確固たる意思。第91文法、ようと思っているの意味。話者の意思や計画を表す表現です。英語の I'm thinking of, I intend to に相当し、話者が何かをしようと考えていることを控えめに表現します。未来に向けた個人的な意向を伝える際に使われます。接続方法。動詞意向形プラスと思っています。例文、来年留学しようと思っています。毎日30分運動しようと思っている。田舎に移住しようかと考え中だ。もう二度とあの人に会わないよう思っている。無理をしないようにしようと思っている。第93文法、始めるの意味。動作の開始を表す表現です。英語の start to begin に相当し、ある動作が開始された時点を明確に表現します。接続方法。動詞、ます形のますを除く、プラス始める。例文、雨が降り始めた。子供が歩き始めた。彼女は泣き始めた。日本語を勉強し始めた。毎日ジョギングをし始めた。補足。始める vs 出す。始める、計画的、自然な開始。出す、
突然の開始。例、勉強し始めた、計画的。急に泣き出した、突然。第93文法、ほどないの意味。程度の比較を表す表現です。英語の not as に相当し、全校と高校を比較して高校ほどではないという意味を表現します。接続方法。名詞プラスほどない。例文、大阪は東京ほど物価が高くない。冬ほど夏は寒くない。兄ほど弟は背が高くない。日本ほど治安がいい国は多くない。あの映画ほど感動する作品はない。補足、ほどはある基準に達していないことを柔らかく言うときに使います。否定形、ないと一緒に使うことが多い。よりは2つをはっきり比較するときに使います。肯定文、否定文どちらにも使える。例、ほど、この店は東京ほど賑やかじゃない。達していない。より、今日は昨日より暑い。はっきり比較する。第94文法、方がいいの意味。程度の比較を表す表現です。英語の not as に相当し、全校と高校を比較して高校ほどではないという意味を表現します。接続方法。動詞、た形、プラス方がいい。動詞、ない形プラス方がいい。例文、風邪をひいたから早く寝た方がいいよ。危うないから夜一人で歩かない方がいい。日本語が上手になりたいなら毎日勉強した方がいい。このレストランは高いから別の店に行った方がいい。体に悪いのでタバコを吸わない方がいい。補足、方がいい vs たらいいといい。方がいい、強いアドバイス。例、医者に行った方がいい。行かないとまずい。たらいい、といい、軽い提案。例、疲れたら休んだらいいよ。休んでもいいよ。第95文法、のでの意味。のでは原因理由を表す表現で、だから、ためという意味です。丁寧で自然な説明をしたいときに使われ、相手に優しく理由を伝えるニュアンスがあります。接続方法。動詞普通形プラスので、意形用詞プラスので、形容動詞プラスなので、名詞プラスなので。例文、雨が降っているので傘を持っていきます。明日は試験なので、今日は早く寝ます。このレストランは安いのでよく利用します。電車が遅れたので遅刻しました。風邪をひいたので学校を休みます。補足、ので vs から。ので、客観的、自然な理由説明、会話、書き言葉どちらでも。使える。例、時間がないので急ぎます。事実を伝えている。から、主観的、強い理由、自分の意見を強調する。例、時間がないから早くして。感情が入る。第96文法、のにの意味。のには予想や期待に反する結果を表す表現で、不満、驚き、残念な気持ちを含むことが多く。接続方法。動詞普通形プラスのに。意形用詞プラスのに。形容動詞プラスなのに。名詞プラスなのに。例文、一生懸命勉強したのに試験に落ちた。今日は日曜日なのに仕事がある。薬を飲んだのに熱が下がらない。あのレストランは高いのに美味しくない。約束したのに彼は来なかった。補足。のに vs が、けど。のに強い不満意外性、感情が込められている。例、お金を払ったのに商品が届かない。怒り不満。が、けど、単なる逆説、感情はあまり含まない。例、お金を払ったが商品が届かない。事実を述べている。第97文法、のはですの意味。のは打破、文の主題を強調して説明する表現です。英語の The thing that is what is に相当し、文の前半、のはで話題を提示し、後半、だでその内容を説明します。接続方法。
動詞普通形プラスのは、異形容詞プラスのは、形容動詞プラスなのは、名詞プラスなのは。例文、日本語が難しいのは漢字です。私が好きなのは甘いものだ。昨日遅く寝たのは仕事が忙しかったからだ。この町で有名なのはお寺です。彼が怒ったのは約束を忘れたからだ。第98文法、はずだの意味。ということが予想、推測できるという意味を表す表現です。英語の should suppose to に相当し、論理的な根拠に基づいた確信や予定、期待を表すときに使います。接続方法。動詞普通形プラスはずだ。異形容詞プラスはずだ。な形容詞プラスなはずだ。名詞プラスのはずだ。例文、彼はもう家に着いたはずだ。このボタンを押せばドアが開くはずです。あの店は安いはずけど、実際は高かった。このケーキはさっき作ったばかりだから、まだ新鮮なはずです。飛行機の時間は午後3時のはずだったが、実は2時発だった。補足はずだ vs だろう。はずだ、客観的な根拠がある推測、事実に近い確信。だろう、主観的な推測、確信度が低い。例、彼は医者だからこの薬の効果を知っているはずだ。専門知識があるから当然。彼はこの薬の効果を知っているだろう。単なる推測。第99文法、出すの意味。急に動作が始まるという意味を表す表現です。英語の start suddenly burst out に相当し、突然の動作の開始や急な変化を強調します。接続方法。動詞、ます形のますを除くプラス出す。例文、急に雨が降り出した。彼は突然笑い出した。子供が急に走り出したので驚いた。彼女は涙を流し出した。電車が動き出した。補足、出す vs 始める。出す、突然の動作を強調。始める、単なる動作の開始。例、雨が降り出した。突然の自然現象。雨が降り始めた。単なる開始。第100文法、との意味。A が起きると必ず B が起こるという意味です。英語の when if に近く、自然な結果や客観的な事実に使います。接続方法。動詞普通形プラスと、異形容詞プラスと、な形容詞プラスだと、名詞プラスだと。例文、春になると桜が咲く。このボタンを押すとドアが開きます。彼は暇だとゲームをし始める。早いと電車に間に合います。勉強しないとテストに合格できません。補足と vs たら vs ば vs ならと A が起こると必ず B が起こる自然なつながり。石的な表現は使えない。とは自然の法則や機械操作にも使う。例文、春になると桜が咲きます。ボタンを押すとドアが開きます。A すると B が必ず起きる。補足と vs たら vs ば vs ならたら A が起こったらその後 B をする時間の順番。意思希望命令も OK もしの意味で使うことも多い。例文、雨が降ったら試合は中止です。宿題が終わったら遊びに行こう。もし時間があったら手伝ってください。まず A をして、それから B をする。補足と vs たら vs ば vs ならば。仮定条件、もし A なら B になる。少し硬い、文語的な感じ、ポジティブな結果、アドバイスに使いやすい。例文、お金があれば旅行に行きたい。勉強すれば合格できます。もっと早く出れば間に合ったのに。もし A が本当なら B が起きる。補足と vs たら vs ば vs ならA を前提にして B について話す助言提案。相手にアドバイスする感じ。A という情報を受けて B を言う。例文、
雨なら家にいましょう。映画を見るならこの映画がおすすめです。彼が来るなら私も行きます。第101文法というの意味。というは、名前を言う、物や人の名称を紹介するときに使います。内容や説明をする。伝聞、人の話を表す。N4 レベルでは1番だけ知っていればいいです。接続方法。名詞プラスというプラス名詞。例文、これは桜という花です。田中さんという人から電話がありました。私の犬はポチという名前です。その料理は天ぷらという日本料理です。この町には桜公園という公園があります。第102文法、ばかりの意味。ばかりは、だけという意味を表す表現です。英語の only, just, always doing に相当し、ある物事が集中している状態や、同じことの繰り返しを強調する文脈で使われます。接続方法。動詞って形、プラスばかり。名詞プラスばかり。例文、彼は文句ばかり言う。最近、寝てばかりで運動しない。この店は高いものばかりだ。スマホを見てばかりいると目が悪くなるよ。補足、ばかり vs だけ。ばかり、ネガティブなニュアンス。例、ゲームばかりするな。偏りを批判する感じ。例、水だけ飲む、中立、客観的。第103文法、場の意味。場は条件表現を表す文法形式で、英語の if に相当します。前件が成立すれば後件が実現するという条件関係を示します。接続方法。動詞、家庭形プラス場。異形容詞、意を除くプラスければ。形容動詞プラスならば。名詞プラスならば。例文、もっと練習すれば上手になりますよ。この靴が軽ければもっと歩きやすいのに。元気ならば一緒に旅行に行きましょう。明日が休みならば映画を見に行こう。時間があれば手伝ってください。補足と vs たら vs ば vs ならと A が起こると必ず B が起こる自然なつながり。石的な表現は使えない。とは自然の法則や機械操作にも使う。例文、春になると桜が咲きます。ボタンを押すとドアが開きます。A すると B が必ず起きる。補足と vs たら vs ば vs ならたら A が起こったらその後 B をする時間の順番。意思希望命令も OK もしの意味で使うことも多い。例文、雨が降ったら試合は中止です。宿題が終わったら遊びに行こう。もし時間があったら手伝ってください。まず A をしてそれから B をする。補足と vs たら vs ば vs ならば仮定条件もし A なら B になる。少し硬い文語的な感じポジティブな結果アドバイスに使いやすい。例文、お金があれば旅行に行きたい。勉強すれば合格できます。もっと早く出れば間に合ったのに。もし A が本当なら B が起きる。補足と vs たら vs ば vs ならA を前提にして B について話す助言提案。相手にアドバイスする感じ。A という情報を受けて B を言う。例文、雨なら家にいましょう。映画を見るならこの映画がおすすめです。彼が来るなら私も行きます。第104文法、必要があるの意味。必要があるは、しなければならない、するべきだという義務、必要性を表す表現です。英語の need to do it is necessary to に相当し、客観的な必要性を述べる文脈で使われます。接続方法。動詞、辞書形プラス必要がある。例文、この書類に署名する必要があります。もっと練習する必要がある。すぐに病院に行く必要はない。パスワードを変更する必要がある。この問題について話し合う必要がある。
補足、なければならない vs 必要がある。なければならない、義務感が強い、規則強い責任。例、明日までにレポートを提出しなければならない。必要がある、客観的な必要性、冷静な判断事実に基づく。例、日本で働くために JLPT-N4 に合格する必要がある。ここまでよく頑張りましたね。おめでとうございます。